下請けのくせに生意気に椅子に座ってんじゃねえよ。取引先の新しい担当者が俺を床に座らせ、バカにしたように笑いながら言う。そして信じられないことに俺にコーヒーをぶっかけてきた。とてもじゃないが常識がある大人がする行為ではない。相手と俺は対等な取引相手のはずなのだが、なぜかこいつは俺のことを下請けで立場が下だと思い込んでいるようだ。しかし本当は違う。本当は御社の社長に伝えますね。この直後、取引先担当者は顔面蒼白になり、自分がいかに愚かな行為をしたのか身に染みて痛感することになる。俺はとある自動車部品工場を経営している社長だ。この会社は祖父の代から続いており、6年ほど前に2代目社長の父親から受け継いだ。俺の取引先は大手メーカーではなく、中堅や小規模メーカーが中心。そのうちの一つにかなりマニア向けのバイクメーカーがあった。すみませんね、おきつさん。突然のお知らせになってしまって。いえいえ、構いませんよ。応接室で向き合っているこの人は、バイクメーカーの営業担当者である島野さん。彼は父の代からの付き合いで、社長になったばかりの俺をいろいろと助けてくれた恩人でもある。その恩人がこの度会社を早期退職する運びとなったのだ。それでお母様の体調は？あまり良くないですね。今のところ命に別状はないんですが、やはり少しでもそばにいてやりたくて。島野さんのお母様は田舎に一人で暮らしている。つい先日大きな病気が見つかり入院してしまったのだ。他に家族や親戚もおらず、島野さんのお母様は一人きり。そこで島野さんは仕事を辞めてお母様の看病をすると決意したのだ。うちの会社の社長がつてをたどって実家近くの中古車販売店の仕事を紹介してくれましたし、とりあえず生活には困らなさそうです。島野さんの営業手腕はこのまま終わらせるのはもったいないですからね。新しい職場でも頑張ってください。ありがとうございます。しばらくしたら新しい担当者が来ると思いますので、また改めてよろしくお願いします。島野さんはすぐ退職となったので、新しい担当者への引き継ぎが直接できないらしい。そのことについて島野さんは若干不安に思っているようだ。島野さんが俺によくしてくれたように、俺も新しい担当者の方をちゃんと面倒を見ますから、安心してお母様のところに行ってください。助かります。そして島野さんが退職して少し時間が経過。もしもし、おきつ部品さんですか？はい、そうですが、どちら様でしょうか？突然、我が社に電話がかかってきて、たまたま俺が対応した。聞いたことない声だな。と首をかしげる。島野さんだっけ？その人から俺に担当が変わりましたので、一度顔合わせをしておきたいなと思いまして、連絡したんですけど。ああ、なるほど。随分と適当な喋り方に少しだけ引いてしまう。これが新しい担当者なのか？礼儀正しかった島野さんとはかなり違うな。ではお待ちしてます。ウィース。若干不安に感じながら顔合わせの日を待つことにした。そして顔合わせ当日。その日は少し離れた支社工場で現場仕事があり、俺も作業に参加する必要があった。顔合わせ前に用事を済ませて急いで本社へ戻ると、現場仕事でずいぶん汚れたな。急いで戻って着替えないと。会社近くの駐車場に自分の車を置いて横断歩道を渡ろうとした。すると、危ない！青信号の横断歩道を渡ろうとしていた女の子の向こう側から猛スピードで突っ込んでくる車が見えた。俺はとっさに女の子の体を引き寄せる。いて！
勢い余って歩道に転がってしまったが、女の子は車にひかれず無傷だ。俺の方は半袖の作業着から覗く腕に擦り傷ができてしまったけれど、まあこのくらいなら大したことはない。それにしてもなんて危ない運転をするんだ。一言文句を言ってやろうと顔を上げる。すると、危ねえだろ、気をつけろ、バカ野郎。はあ運転手は女の子に気づいて急ブレーキをかけていた。しかし窓から顔を出すと、俺と女の子に向かって怒鳴りつけてきたではないか。自分が悪いとは全く思っていないその態度に、俺は思わず声を上げる。しかし運転手はちっと大きく舌打ちをすると、すぐに車を発進させ、どこかへ消えてしまった。なんなんだあいつは。君大丈夫？怪我はない？君は何も悪くないよ。信号を守って偉いね。お母さんに教わったのかな。半泣きになっている女の子を慰めながら辺りを見渡す。お母さんは近くにいるのかな。そこの公園に。じゃあ一緒に行こうか。公園に入るとすぐに女の子の母親を発見。母親は作業着姿の俺を最初は不審者を見るような目で見てきたが、女の子が必死に事情を説明。俺からも事情を話し、名刺を渡す。すると何度も頭を下げてお礼と謝罪を言ってくれた。いいんですよ。ではこれで。女の子を無事に引き渡し、急ぎ足で会社へと戻る。時間にはギリギリ間に合いそうだが、作業着を着替える暇はなさそうだ。仕方なくそのまま応接室へ向かった。コーヒーを持ってきてくれる？頼むね。近くにいた社員に頼み、応接室の扉を開ける。すみません、お待たせしました。応接室に入ると、取引先の新しい担当者がじろりと俺を見てきた。薄汚れた作業着姿の俺を上から下まで舐めるように見てくる。その視線の強さに若干圧倒されながらも、応接室の扉を閉めた。はじめまして、興津部品社長の興津と申します。そこまでいい。相手の顔を見て驚きの声を上げそうになる。この人は先ほど女の子と俺を引きそうになったあの運転手だ。どうも、堂島モーターの橋本です。運転手。橋本さんは俺に気づいていないようで、間延びした声で名刺を渡してくる。普通名刺は両手で持って相手に差し出すのだが、橋本さんは片手で投げるように名刺を渡してきた。両手で差し出された俺の名刺は乱暴に受け取り、よく読みもしないでカバンに入れてしまう。社会人としてマナーのなっていない態度に、俺は先ほどとは別の意味で驚きの声を上げそうになった。コーヒーです。社員がコーヒーを持ってきてくれて、はっと我に返る。そしてこほんと咳払いをして気分を切り替えると、なんとか笑顔を浮かべて橋本さんに向き直った。前任の島野さんにはとてもよくしてもらいました。橋本さんともいい関係を築きたいと思っております。はあ、いい関係ね。笑顔を浮かべる俺とは対照的に、橋本さんは大きなため息をついた。あんたさ、自分の立場分かってるの？え？あんたはただの部品工場の社長。俺の会社の下請けだろ。何がいい関係だよ。何様のつもり？下請け？橋本さんの会社、堂島モーターは俺の会社の元請けではない。あくまで数ある取引先の一つだ。しかし、なぜか橋本さんは俺の会社を自社の下請けだと勘違いしているらしい。こんなボロい作業着のやつと対等なんて、俺に対して失礼だとは思わないわけ。この工場もボロいしさ。どうやら橋本さんは俺の姿を見て格下だと判断したようだ。島野さんから直接引き継ぎをしなかったのも原因だろう。島野さんは新しい担当者に
直接引き継ぎができないのを心配していた。その心配が最悪の形で的中してしまったみたいだ。堂島モーターの教育体制がどうなっているかは知らないが、島野さんから直接指導を受けていたら、こんな勘違いはしていないはずだ。先ほどの交通事故未遂、その後の言動、ここで俺から説明しても彼は納得しないだろう。さてどうするかと頭を悩ませていると、っていうか、なんでお前椅子に座ってんの？下請けのくせに生意気に椅子に座ってんじゃねえよ。そう叫んだかと思うと、なんと橋本さんは俺を椅子から突き落としたのだ。突然のことで力が入らず、そのまま床に転んでしまう。橋本さんに転ばされたのは今日で2回目だな。と頭の片隅で場違いなことを考えた。てめえ、さっきから生意気なんだよ。俺はお前の工場の取引先様だぞ。そして信じられないことに、橋本さんはテーブルに置いてあったコーヒーを俺にぶっかけたのだ。俺って元ヤンでさ、俺の言うこと聞かないとどうなるかわかんねえよ。俺、一度切れたら自分でも制御できねえから。ニヤニヤと笑いながらそんなことを言う橋本さん。これからお前は俺の召使いな。とりあえず、うちに卸している商品の価格を半額にしろ。あと、納期は今の半分な。言うこと聞かなきゃただじゃおかねえから。彼が必要以上に俺を恫喝しているのは、自分の方が上の立場だと徹底的に理解させるためか。元ヤンっぽい荒い手段というか、なんというか。俺は小さくため息をついて、顔にかかったコーヒーを手で拭う。そして素早く立ち上がると、はあ？椅子に座っている橋本さんの頭上からコーヒーをぶっかけてやった。てめえ、何しやがる？何しやがる？それはこっちのセリフです。このこと、御社の社長に伝えますね。はあ？何わけわかんないこと。ギャーギャーと騒ぐ橋本さんを後ろめに、俺はスマホでとある人物に電話をかける。ワンコールの後、すぐに相手は電話に出た。よう、堂島。お前んとこの社員が俺にとんでもねえことしてくれたんだけど、この落とし前、どうつけるつもりだ？電話の相手、堂島モーターの社長。堂島は俺の冷たい声を聞いて、慌てた様子でこう言った。すんません、族長。すぐそちらに伺います。族長？堂島の声が聞こえていたのか、橋本さんが呆然とした声を上げる。頭の上にはハテナマークをいっぱい浮かべている彼に、俺は一から事情を説明してやることにした。今となっては社長なんかやっている俺だが、その昔は手がつけられないほどの悪だった。警察のお世話になったこともある。昔俺は地元の暴走族に入って族長まで上り詰めた。その時の舎弟の一人が堂島モーターの社長、堂島だ。彼は親族から会社を継いで、現在は社長を務めている。俺と似たような境遇だったので、俺が社長になってからいろいろと融通してやったのだが、その恩をこんな形で返されるとはな。息を切らせて到着した堂島に、俺は今まであったことを一から説明した。すると堂島は顔面蒼白になり、その場に土下座。すみませんでした。社長の姿を見て、ようやく状況を理解したらしい。橋本さんも顔面蒼白になりながら、その場に土下座した。すみませんでした。まさか堂島社長とそんな関係だったとは。不良の世界は上下関係に厳しい。なので
橋本さんもすぐさま頭を下げたのだが、いつもなら許してやるところだが、今回は話が別だ。お前、さっき危ない運転をして女の子を引きそうになっただろう。なんでそれを。あの子と一緒にいたのが俺だ。先ほどのことを思い出し、橋本さんの顔がさらに真っ青になる。自社の社長より上の人間にとんでもないことをしでかしたと思い至ったみたいだ。お前はやっちゃいけないことをやった。おい、堂島、取引担当者はもちろん変更するよな。もちろんです。次はもっとまともなやつよこせよ。で、お前は警察のお世話になれ。さっきの危険運転の一部始終な、俺のドラレコに記録されてるんだよ。俺のドラレコはエンジンを切っても録画し続ける。ちょうどあの事故未遂の現場をバッチリ録画できる場所に車を停車してあったのだ。女の子の母親にはドラレコの録画を提供すると話してある。女の子を引き渡した際、父親も連れて後日うちの会社に来てもらう約束を交わしたのだ。そう説明すると、橋本さんの顔が青を通り越して白に変わる。そしてそわそわと目線をそらし始めた。おい、もしかして逃げようとしてんのか。そんなことは。目が泳ぎまくってんぞ。てめえ、逃げたらただじゃおかねえぞ。警察に連れて行かれるより怖い目に遭ってもらうからな。昔取った杵塚でわざと怖い顔と声で橋本さんを威圧する。橋本さんはヒッと短い悲鳴を上げてガタガタと震え出してしまった。堂島、お前にも責任がある。お前の会社の教育体制はどうなってんだ。こんなやつを俺の会社によこすなんて。いや、俺の会社でまだよかったよな。よそ様にとんでもない迷惑をかけるところだったぞ。すみません。今うちの会社人手不足で教育までなかなか手が回らず。だからこんな野郎でも採用してんのか。お前、そんなことしたらいずれ会社潰れるぞ。よそ様に迷惑かける前にやり方を考えろ。俺も協力するから。堂島ははいと小さく返事をしてうなだれてしまう。その横で橋本さんは今にも倒れそうな顔色をしてずっと震えっぱなしだった。その後、俺は女の子のご両親にドラレコのデータを渡した。結果、橋本さんは警察の厄介となったそうだ。あの事故未遂以外にも橋本さんは危険運転を繰り返していたらしい。すでにいくつか被害届が出ていたとのこと。もちろん橋本さんは会社をクビ。あんな性格では再就職も難しいだろう。一方、俺は堂島の会社から新しく派遣された担当者と共に取引を続けている。堂島の会社は本当に人手不足のようで、俺の会社から助っ人を出すことになった。それにプラスして社長としてまだ経験が浅い堂島に、俺は先輩として丁寧に指導しつつアドバイスもした。最初は俺がまだ怒ってるんじゃないかとビクビクしていた堂島だが、俺のアドバイスをもとに会社の方針を徐々に変えていくと、これがうまくはまったようだ。今では先輩のおかげで助かりましたと笑顔でお礼を言いに来るようになった。まあ頑張れよ。で、もし俺が困るようなことがあったら今度はお前が助けてくれ。任せてください。堂島とそんな約束を交わしながら、俺は今日も一生懸命働いている。